こんばんは。日本語クラスです。多分始まっていると思います。はい、今日もライブで少しお話をします。はい、よかったら、聞いてください。ライブ今聞いていたら、夜ですね。はい、アジアにいる人は夜です。はい、寝る前ですね。日本語よかったら聞いてみてください。はい。今日はこの写真のように、私と一緒に外に散歩に行って、散歩で、夜散歩に行って、星が綺麗ですねというイメージで見てもらえたらいいかなと思います。はい。もう夜ですからあんまり明るいのは疲れますよね。そう私が疲れますそう私あんまり好きじゃありません、そういうの。はい。ですのでちょっとリラックスして、私も話したいし、皆さんにもそういうふうにリラックスして聞いてもらえたらなと思っています。はい。ですのでイメージは本当にちょっと、外に遊びに行ったというか、キャンプ行っていてとかですかね、外の、景色を、夜空を、見ながら、日本語を聞く、日本語を聞くっていうか、私が、隣で話している、あなたの隣で話しているというようなイメージで、はい、聞いてもらえたらいいかなと思います。はい。あのそうですね。今日話そうと思っていることは、ちょっといつもの YouTube にはちょっとしにくいイメージのものだったので、あの、ライブにしようかなと思いました。ライブというか、何ですかね。リラックスして、私も話したいと思って、はい、そうしますね。あの、せっかくね外に一緒に行っているから外に関係がある、月に関係があるとか星に関係があるとかの方がいいかもしれないんですけど、ちょっと今日はまた違って、あの最近ちょっと私が気がついたことというか、ちょっと思っていることについてお話ししたいんですよね。うん。あので今日はねチャットがオフになってるんですけど、私が結構頭を使って考えながら話したいと思って、自分が話すことに集中したいので、すいませんが今日はちょっとチャットはオフです。で多分大丈夫だと思います。声は聞こえてると思うので、はい。今もね何人か聞いてくださってるってことは多分声が届いてるということだと思うので、はい、続けます。えっと最近思っていること、いろいろあるんですけど、あのー最近ですね映画を見て、ちょっと久しぶりに映画を見たんですね。あんまりここ最近映画を見ていなくて、でなんか古い映画を見たいなとふと思って、え見たものがあります。はい。知らない人もいるかもしれないんですけど、あの私が見たのは、ゴッドファーザーという作品です。ゴッドファーザー。ゴッドファーザーってこれ日本語の名前？違うな。ザ・ゴッドファーザーって書いてありますね、やっぱりね。神の父と訳すことできそうですけど、あの、簡単に言うと、アメリカにいるのかな、これアメリカ映画かな。うーんすごい簡単に言うとマフィアの話です。マフィア、出たマフィア、日本のヤクザ。はい。日本だったらヤクザ、はいですけど、これは日本じゃなくて、イタリアなのかな。
イタリア人なんだけどアメリカに住んでいるのかな多分の、その家族の人たち、マフィアのファミリー、お父さんがマフィアの仕事をしていて奥さんたちは全然そういう仕事には関係しないんですけど、とにかくそういう、映画です。でこれは1972年に出た映画だそうです。かなり古い、今から見たらもう52年前の映画で、うーんそれでも日本では今でも有名なんですね。でインターネットで見てもやっぱり他の国でもすごく高く評価をされていて、うんずっと見たかった。そうずっと見たかったんだけど、なかなかチャンスがない、ちょっとやっぱり古いからかな。なかなかこうわざわざ見るっていうチャンスがなかったんですが、見まして、えびっくりしましたね。見て思ったのは、もちろんマフィアの話だからそれはびっくりするだろうと思うかもしれないんですけど、そういう意味ではなくて、あのこうマフィアっていうと人を殺すとか、なんですか、ちょっと怖いイメージがあると思うんですね、普通はね。だけどすごく静かな映画でした。長いんですよこれ。3時間ぐらいかな。177分って書いてありますね。すごいね、2時間以上ですね。はい。長い映画なんですが、こう流れるように始まって、すごいね、何ですかね、まずすごく不思議だなと思ったのは、音楽が BGM ですね。音楽があのほとんど使われてない。特にこれ有名な音楽があるんですけど、この映画のね、YouTube で歌って多分大丈夫かな。あんまり歌うとダメなんですけど、トゥルル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 っていう曲です。ちょっと全部歌うとYouTube ダメってなっちゃうから、ゴッドファーザーで調べてもらいたいんですけど、聞いたことあるっていう人は多いと思います。有名ですね。日本でもね、なんかマフィアの話の時もそうだし、ちょっと切ない、寂しいみたいな、悲しいっていう時の BGM でテレビでよく使われるんですね。で、あのその音楽がいつ出てくるんだろう、いつ聴けるんだろうってずっと思いながら映画を見てたんです。私聞きたいと、あの音楽すごい有名だから早くあれが聞きたいなって一番最初から聞けると思っていたら、全然そんなことなくて、結局これだいたい3時間ある映画なんですけど、やっと半分まで進んだ時、1時間30分ぐらい進んだ時にやっとテーマソングが、テーマ曲がかかって、ああやっと来たと思って、でそれまではほとんど大きな音楽が流れないんですね、映画の中で。でちょっとそれにまずびっくりして、あのちょっとはあるんですけど、少しは音楽入るんですけど、ほとんどそういうのがない。で真ん中まで話が進んで、やっととっても大きな音で、バックグラウンドの音でそのテーマソングがかかるんですけど、すごく強い印象が残るんですね、聞いてて。で、ああこうやって使うんだって、こうやって音楽をこの映画は使うんだなっていうのに、まずびっくりというかハッとした。ですごい強い印象が残る。
ですよね。それまで本当に音楽がない、ずっとその淡々とっていうんですけど、話がどんどんただ進んでいくだけなんですね。でもそれでも実は途中にちょっと人が殺されたりっていうちょっと怖いシーンあるんですけど、そういうところでも全然大きな音楽使わないんですよ。これはすごいなと思って。でなのでもう最初1時間30分ほとんど音楽ないけど、なぜかすごく集中して私はもう見てしまって、集中というより没頭するっていうんですね。その世界にガッと入る、その映画の中にガッと入ってしまう、集中してしまう、没頭するっていう言葉があります。没、小さいですね、没頭、没頭です。はい。うーんでガッとその後音楽が流れた時に、その話が、このストーリーが大きく変わるシーン、場所が変わるんですね。映っていた場所がガラッと変わるところでダッと大きく音楽が、テーマソングがかかって、ああって、ここで音楽がやっと来たっていうのでこうびっくりする、効果っていうのはすごいって思って。なんでそう思うかっていうと、私がなぜそう特に思ったかというと、最近のテレビもそうですけど、特にテレビですね。あのうるさいって思うんですね。すごく音を使う、こワンシーンワンシーンで、こっちは明るい時だったら明るいシーンには明るい音楽を、元気な音楽を、そして次のシーンで何か悲しい時はもう悲しいというのを説明というか、テレビでスクリーンで見せる前にもう音楽がかかっていたり、なんだかね、情報が多すぎるなっていうふうに最近思うんですね、見ていて。多分やっぱり今の方がそういうテレビ番組とかも作るのも、いろんな技術がどんどん進んでいるし、いろいろこう化粧をすると同じですね、ある意味ね。塗っていく、本当のものにその上にいろんなものを重ねていく、それもそれが多すぎるっていうふうに私は思っていて、本当のものって何だろうって、本当にこの番組で見せたいものは何なんだろう。あとは日本だと特に誰かが話していると、テレビでね、例えばテレビで話していると下にテロップ、字幕ですね、あれがたくさん出るんですね、日本って。皆さんの国では国によって違うと思うんですけど、あとはチャンネル、その番組によっても違うと思うんですが、特にバラエティ番組、笑うための番組、バラエティ番組っていうんですけどね、笑いの番組はもうほとんど誰かが出てきて何かを言ったら大きな字が出る、その人が話したことがそのまま書いてあるっていうのがもう普通だったりしますね。あれはあれでいいんですよ。バラエティ番組で面白い、それがより印象に残る、その話していること、その人が言ったことが字にもなっていて書いてあって、見ている人にはこうはっきりこの人がこれを言ったっていうのがよくわかるんだけど、時々そういうのが疲れるなっていうふうに思う時があります、バラエティ番組見ていると。でただそれはバラエティ番組だからしょうがないのかもしれないけど、はたまたドラマとかもね、日本のドラマとかもものによってはこうシーンが変わるごとに
すごく音楽も一緒に急に変わったりとか、そういうものがあるんですよね。ですごいそう思ったのは、この「ゴッドファーザー」を見た後、私はこの52年前の「ゴッドファーザー」を見た後に、なんかすごく不思議な気持ちになったので、何ですかね、すごいなって思って、すごい気分が良くなったんですね。で、よし、じゃあもう一つ映画を見ようと思って、あの20年ぐらい前の映画ですかね、それでも。それをちょっと見たら、それもアメリカ映画だったんですけど、こっちがちょっとそれは名前言わないですが、それはなんか初めて映画を作った監督が初めてこの映画を作りましたっていう説明があって、だから嬉しいんでしょうね、きっと作った人ね。これね、これびっくりしたのは、もう全部のシーンに音楽があるんですね。もう始まったらすぐこの音楽バーンって始まって、で次なんか悲しいシーンになったら「悲しい」っていう曲がダーって最初から始まって、本当に全部どのシーンにも音楽が、それもこういうシーンは、かっこいいシーンだからかっこいい音楽をつけたいよねって、もう私が言ってしまいたいほどもう分かりやすすぎる音をつけていて、もういいですって思ったんですね、見てて途中で。もうね、20分見ててもうだんだん辛かった。もういい、お腹いっぱいですってこういう時よく日本人言うんですけど、もういらないっていう意味で、もうお腹いっぱいですっていう意味で言うんですが、本当にそう思いましたね。あのもういかにもこの映画を作った監督、ディレクターっていうんですけど、ディレクターさんがもう嬉しくて嬉しくてしょうがない、初めての映画を僕は作るんだ、よし、ここのシーンはこういう音楽をつけよう、そしてこのシーンはこれだみたいな、もうすごいそれがいち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 感じられるような作品になっていて、まあひどかった。一言で言うともう見たくないっていうものでした。まあひどいのはさらにその話の展開、話もその新しく誰かが映画で出てくると、その人がすごい私は何々何々だから悲しいんだとかってすごいはっきり説明するんですね。そんなに説明する必要あるって思ったし、そんな風に説明し出てきた人が自分で気持ちを全部説明しなくても、その話の見せ方とか、何ですか、そのシーンの見せ方とかタイミングとか、なんかそういうのでその人の気持ちって見てる人が勝手に考えるんじゃないってすごく思って、なんてこんな、ある意味すごく親切に説明してくれてるんですけど、そんな説明されたらもうこっちは何も考える必要がないし、見てる方は何も考える必要がないから、なんか説明が足りなくて、なんだろうこれはどういう意味だろうって、何が起こってるんだろうって思いながら見てると、どんどんその映画とかドラマにどんどん自分が入っていってしまうんだけど、全部説明されたら、ああそうなんだ、ああだからこの人は泣いてるんだ、悲しいんだとか、ああだからこの人は嬉しいんだ、へえそうですかよかったですねって思って、全然こっちは考えないから、全然集中する必要がないんですよね、それを見てて。だから楽しくない、私は楽しくないと思いました。だからね、それが「ゴッドファーザー」は、最初のこの古い映画52年前の「ゴッドファーザー」は説明がないんですよ、全然。
もう見ている人がこれは何だろう、何が起こってるんだろうっていうのをちゃんとしっかり観察、よーく見て自分で考えながら見ないと何が起こってるのかがわからないんですね、この話の中で。だからどんどん自分も入ってっちゃう。だから集中しないと話わかんないから見入ってしまうんですね。でそれを助ける、理解するのを助ける音楽とかそういうのもないから、もう本当によーく見ないとわかんない。この人なんて言うんだろう、または何々って言ったけどこれはどういう意味だろう、本当に思ってることなのかなとか、すごく考えさせられるんですね。でこのもう一つの最近の新しい作品はいっぱい説明してくれるから一生懸命見る必要がないんですね。だから途中から見ても話わかるぐらい、これは何だろうっていうふうに思って見ている途中にもうだんだん気持ち悪くなってきて、この最近の方のこの説明をいっぱいしてくれる親切だけどすごくつまらない映画、これは何だろうと思って、このゴッドファーザーとの違いは何だろうっていうふうにやっぱり思った時に、やっぱりシンプルにうーん大事なことだけ、素材っていうんですけど、その伝えたいこと、この映画を作っている人たちが言いたいこと、私たちに見せたいものっていうのがあのシンプルにあるんだから、それだけを見せてくれれば十分だよっていうふうに。でそしてそれだけを見せるっていうのは多分すごく勇気がいることだと思うんですね、作っている人には。作ってる方は見てる人がこれ本当にわかるかな、みんなはわかるのかなって思いながらちょっと心配しながら作ってるかもしれない。だからいろんな音楽入れたりもっと分かりやすくしちゃうんですよね。この悲しいっていう気持ち、嬉しいっていう気持ちはどうしてそう思ってるのかを言わせるんですよね。この出てる人たちにセリフっていうんですけど、セリフで言わせてしまって気持ちをはっきりさせちゃう。そうすると分かりやすいんだけどなんだか面白くない。っていうのが今回この2つの映画を見てすごく感じたんですね。でなんじゃそりゃってね、それがなんじゃと思うと思うんですけど、これって多分本当にいろんなことに言えるなって私は思ってて、テレビもそうだし最近のテレビ、バラエティーいろいろ説明しちゃう、何でも説明しちゃう、これこれだから面白いんですとか説明しちゃう。なんか集中して見れないし、もちろん見てる人みんなに分かりやすく作ってるから、誰にでも分かりやすく、子供が見ても笑える、大人が見ても笑えるっていう風に作ってるから、ああいう風にある意味親切に作ってるんだと思うんですけど、なんかやっぱりね、こういうゴッドファーザーみたいなすごく集中しないとわからないというものを見てしまうと、すごく食べ物だったらすごくいい食べ物を食べたっていう気持ちになりました。反対にテレビのバラエティ番組とかはもうジャンクフード、まマクドナルドとか
そういうあんまり栄養のない食べ物をただ美味しい、カロリー高い、美味しいから食べちゃう、どこにでも売ってるし簡単に買えるしすぐ食べられるし早いし食べちゃうっていうジャンクフードみたいなのが、そういうバラエティ番組みたいなもので、反対にゴッドファーザーみたいな本当に3時間もう集中して知らない間に見ていたっていう、すごいっていう、で最後のシーンがすごいので、うわって大きな音なんてないですよ。だけどね、最後私はもう鳥肌が立ちました。カカカってこう鳥の肌になる、ゾクゾクゾクってするって意味なんですけど、おーすごい、これで終わりなんだ、これでもう終わっちゃうんだと思って、で最後に大きく音楽がかかるんですけどね、もう皆さんの名前が出てくるシーンで終わるんですが、なんかねすごいいい食べ物を食べた気がしました。あのーやっぱり集中して見てるから、こう後でもあのシーンがどうだったとか覚えてるし思い出せるし、でも反対にやっぱりテレビのバラエティ番組みたいなジャンクフードみたいなものはなんか楽しかったけど、あそこがすごく楽しかったみたいなのとか、あれを見たから自分の考え方が大きく変わったとか、時々ありますけど、でもやっぱり時々だなって、別に見なくてもよかったかもしれないなって思うようなもの、やっぱりジャンクフードなんですよね。だからね、同じ見るでもやっぱりいいものを見た方がいいなってあの時やっぱ思いました。あのいくら古いものだとはいえ、やっぱり今でもすごく評価されているものを一回見てみるっていうのはすごく意味があるなって思いましたね。だからもちろん古い映画だから52年前のものだし、別に皆さんにこれを見なさい見てくださいって言いたいわけではなくて、なんかね、これなんだろうな、こうすごい綺麗な映像っていうわけでも全然ないし、すごく音がいいとかそういうこともないし、もちろん CG グラフィック使ってるとか全然もちろんないんですけど、そういうこともいらないんですよね。一番伝えてほしいことというか、もちろんグラフィックとか CG とかですごい映画もたくさんあるけど、多分今というか、私にはそういうものはあんまりいらなくて、質がいい、クオリティ質がいいものとしてこの「ゴッドファーザー」っていうのは私の心の中に記憶思い出メモリーですね、で残っていく一つだろうなっていうふうに思ってます。反対にね、良くなかったもの、良くない作品、良くない映画を見るっていうのも、何が良くないんだろう、何がこれ面白くないんだろうっていうふうに気がつかせてくれるので、それはそれで勉強になるんですけどね、もちろんあのだからいろんなものを見るのは大事だけど、も私はもうゴッドファーザーみたいな、なんだろう、やっぱりいいいいものを見ていたいなっていうふうに思いました。でこれは今回たまたま古い映画でそれがいいと言われているものだけど、なんか例えばなんですけど、YouTube 一つとってもいろいろ編集編集ですね、ここのシーンをカットして音楽を入れてとか、なんか YouTube のイントロ
に何かチャンネルの音楽を入れてとか、なんかいろいろ皆さんやってると思うんですけど、それはそれですごいいいと思うんだけど、なんかね、慣れちゃってると思うんですよ、私たちって。もうそういうのに、なんかこういうのって最初音楽から始まって、でなんか最後も音楽で終わるよなとか、なんか綺麗な映像が出てとか、なんかいろんなものにこういろいろ、そういう YouTube もそうですね。 YouTube ある意味 YouTube にいろいろ化粧をするってイメージでいいと思います。カットしてとか音を入れてとか字を入れてとか、そういうの、そういう風にやった方がいいチャンネルもあるし、あのものによるんですけど、なんかね、あんまり化粧されてるものは私は最近本当に自分が見るとき特に疲れちゃうんですね。もういいよって思います。あの自然でいい、そのままでもいい。もちろんあんまり長い時間見れないっていうのはあると思うんですけどね、そうだとはいえ、なんかもうちょっとそのままを見たいなっていう。であんまりいっぱいその YouTube でいっぱいカットとかなんか編集エディットですねしてあると、なんか嘘くさい、嘘っぽいっていうか、なんかなーってちょっと思っちゃうんですよね。ただ世界はどんどんそっちのどんどん編集をしていくっていうことをみんなにやってほしいっていう世界になってますよね。TikTok も短いビデオだったりするときっと短くするためにいろいろやってると思うし、写真一つ撮ってもそうですよね。写真もよく日本の人は写真撮って自分の目を大きくする、大きくして、そして何ですか、もっと白くしたりとかかな、いろいろやってそれをアップロードしたりするっていうの結構ありますけどね。あれも同じですね。あれも変だなっていうか、逆に美しくない、やればやるほど嘘っぽいっていう風にやっぱり思っちゃうし、実際ね、目を大きくするっていうのは本当人間はこれはすぐ変だなっていう風に思う、脳の中であれっていう風に気がつくらしいんですけど、科学的にはね。でも何ですかね、なんか世界はどんどんそういう何かを化粧する、加工するっていうんですけど、実は加工、加えるっていう字ね、カタカナのカとロミ、カタカナのロって書きます。加工、加えるこうは、えー工夫の工ですね。加工する、もっといろいろ塗ってしまうっていうことですね。加工するアプリケーション、写真をね、どんどん写真をきれいにするアプリケーションとかたくさんあるみたいですよね。いいんだけど、なんかどんどん嘘っぽくなるよなっていうのがもったいないなっていうふうになんか思います。やっぱりできればっていうか、十分そのままで美しいはずなのになっていうのは思いますね。うんで最後にね、こうやっていろいろな、特に作品に対して私思うのが、それが自分が YouTube を皆さんに見せているからだと思うんですけど、どういうふうなものが本当っぽいというか、嘘っぽくないっていうか、なんか嘘っぽくないっていうか、何ですかね、なんか素直なもの、まっすぐなものなのかなっていうふうにやっぱり考えるからだと思うんですけど、あの日本の中にもそういうものがあって、私がすごく好きなのは落語っていうやつです。落語
落語って聞いたことあるかな。落語はね、漢字で書きます。落は落ちるっていう字。落ちる。語は日本語の語です。落語っていうのがあって、これすごいですよ。落語はですね、落語を話す人っていうのがいるんですね。落語っていうのは、一人の人が座って、で、何かのお話をしてくれるんですね。で、ただ自分の話をするんじゃなくて、何かのストーリーを話してくれる。で、それもそのストーリー、物語ですね。話の中には1人2人3人とか出てくるんですよ。で1人の人が何々と言ったっていうのをそのまま何々って言って、でもう一人の人がそれ変じゃないとか言って、でもう一人の人がいやちょっと待ってくださいよとかって言うんですね。でそれを全部一人でやるんですね。その人が、ある人が、一人の人が。でそれも本当にただ座ってるだけ。ちょっと着物着てるんですけど、で持ってるのは扇子だけ。夏に仰ぐ、暑い時にパシャパシャパシャって仰ぐ扇子だけを持ってるんですね。でその扇子で例えばお蕎麦を食べてる真似とかするんですね。うめえな、美味しいなとか言うんですよ。で本当にその上手な人は本当にそこで蕎麦を食べてるみたいに見えるんですね、見てると。もちろん食べてないですよ。その人は音を出してるだけ。まあもちろんみんな顔を見てますからね。そういう顔の表情とかで、この人は何を食べてるとか、美味しそうなのかまずそうなのかとか、そういうのも分かる。それ時々7人とか8人とか話の中に出てきて、それを一人で全部やるんですね。その落語をする人って。ただ座ってるだけですよ。何にも使わないんですよ、物も。で音もない、もちろんない。イメージは、ただ落語をする人ってどんなイメージかというと、ステージの上に座布団があって、座布団って日本のクッションです。座る時の椅子。あそこに正座座って、着物着て座って、扇子だけ持ってるんです。扇子は仰ぐやつ、それだけで一人で喋ってる。で前にはお客さんが座ってて、でそれをお客さんは聞くだけなんですけど、すごいです。あれはすごい。私が好きな落語の先生がいるんですけど、先生っていうか落語家っていうんですね。音楽家、何々家と同じで、落家って家って書きます。落語家。私が好きな落語家さんはもう亡くなってしまっていて、今ではもう YouTube とか時々テレビじゃないと見られないんですけど、あの話を聞いてるとすごい見えます。そのシーンが見える。そこに怒ってる男の人が見えるし、もう一人そこに泣いてる女の人が見えるし、それをドアの向こうから見てる男の子供が見えるんですよ。見てると、話聞いてるとすごいですよ。もちろん日本語でそれは話してるから、日本語わかんないとそれはちょっと理解分かりにくいんだけど、うーんあれはもう一人で全部のものを見せられる素晴らしいエンターテインメントですね。そういうものはもちろん日本に他にあるんだけど、でも一人で全部やらなきゃいけないっていうのはその落語なんですね。でだからやっぱり外国の人がそれを見てもうすごいって思って、落語の世界に入る人も時々いるんですね。もちろん日本語がとっても上手な人じゃないとできないですけど、
同じ日本人でも私があれをやってくださいって言われてもいっぱいいっぱい練習しなきゃできないです。普通の人はできないです。それは短い話だと5分ぐらいずっと一人で喋ったり、長い話だと45分ぐらいずっと一人で話したりするんですね。全部頭に入ってるんです。何も見ないで話さなければいけない。だからすごく練習する。でもちろんその落語の世界にはその先生がいて、それを習っている生徒たちがたくさんいて、あのちゃんと先生が「いいよ、君はできてるからじゃあみんなの前で話しなさい」って合格って言われないと皆さんの前では話せないんですね。でみんなの前で話してもみんなが笑ってくれるかどうかは分かんないし、人気が出るかも分かんないし、すごく厳しい世界なんですけど、で実際私も日本に今までたくさんその落語の先生がいらっしゃるけど、私が好きなのは本当に一人だけ、この人の話しか聞かないっていう先生がいます。他の人はつまんない。みんなやっぱり話が決まってるので、大体決まってるので、同じ話をしても A さんと B さん C さんみんな全然違う風に聞こえるんですね。私が好きな人はその人が話してくれるとその話のシーンが見えるんですね。話が上手すぎてそのシーンが私の頭の中に写真みたいにバーって見えてくるんですね。だからもう一回話聞くともう忘れないんですよ。40分ぐらいの話を長い話を聞いてちょっと難しい話のはずなのに、私がすごく集中してもう聞いてしまうから、あの自分の中にそのドラマができるんですね。ちゃんと絵が見えるんですね。だからそれで覚えてるんですね。一回聞いたらもう私は忘れないです。その先生の話は忘れない。だからね、本当にすごいなって思います。もう亡くなってしまったけど本当に生きていてくださったら見に行きたかったなって、多分チケットすごい高いと思いますけど見に行きたかったなって思う人ですね。だからね、その何が言いたい、私は今何を言いたいかというと、やっぱり同じなんです。さっきの「ゴッドファーザー」映画と一緒で、その落語の先生も何にも使ってないんですね。自分の言葉だけです。あと話し方とかね、全部変えて話してくれるけど、で音楽もないし、つまりその話している人だけでもう作品なんですよね。その人だけでできてるんです。もうその人ってもちろんその落語を話す人っていつもいつもライブなんです。ライブ。あ、ここ間違えたからやり直してくださいとかできないです。間違えちゃってもどん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 進めなきゃいけないんですね。だから本当にすごいんです。映画とかドラマは「はいじゃあこのシーンスタート」って言って「はいカット」「はいもう一回ちょっとそこ今うまくいかなかったからもう一回やりましょう」とかできるけど、落語はできない。できなくてライブで本当に面白いんです。本当に面白かったり時々なんか泣いちゃうんです、私聞いてて。でもみんなそうだってそうです。話は面白いんだけど、でもちょっと悲しい人が時々出てきたり、すごいいい人すぎる人が出てきたり、なんかいろいろあるんですけど、泣いちゃうんですよ。その人の話ただ聞いてるだけで。すっごいお金かけて作った有名な映画とかでも泣く時あるけど、そうじゃない。ただ話をしてる人、大体おじさんなんですけど、おじさんがすごい話してるのを聞いて人が泣くっていうのが、やっぱりこれが本当の作品っていうか、すごい
技術だなっていうふうに思います。だからね、ゴッドファーザーもその雰囲気はありました。どんどん入っちゃいました。私見ててすごい集中して見られていい時間だったし、その日本の落語も私が好きな先生は聞くとあのいや聞いてる時はただ面白いな、本当に面白いですね。面白いな、この話面白かったなって思って、それ終わった後にこの先生すごいなっていつも思うんですね。この人すごいなって。話を伝える人、ただこういう話があるんですよっていうのを伝えるだけじゃない、というか、伝えるだけだったら本を読めば十分わかる、字を読むだけでいいんだけど、やっぱりあの人に話してほしいんですね。あの人がこれを言ったらもっと話の中の気持ちがわかる、こういうこと言いたかったんだとか。だから本当にすごい技術だなっていうふうに思うんですね。そういうのってもちろんいっぱい練習してできるのかもしれないけど、いっぱい観察してんのかもしれないですよね。いろんな人見て、うーんいろいろ研究してるんだと思います。だからそうなんですかね。何にもテクノロジーは使ってないんですけどね、その落語はね。なんだけど45分間とか人をずっと集中して話を聞かせてしまうという力がある、能力がある、すごいと思います。なんかね、そういうのがね、最近の日本のエンターテインメントにはない、そういうのがないっていうのが本当に寂しいですね。うんだからないから、私は時々ねYouTube でそれを落語の話を聞くんですけど、うんあの顔を見なくてもね、顔を見ながら、その落語の先生古いからYouTube で見ると映像があまり綺麗じゃないんですけど、映像を見ながらの方が顔のね表情とかはあるからより分かりやすいんだけど、あのものによってはラジオの状態になってるものも多いんですね。ラジオでいっぱい話が聞ける。でラジオだけど落語です、ちゃんと。で顔が見えなくても話聞いてるともうどんどん集中しちゃって、あの泣いてる時あります、私。話に入りすぎて、もうわーこんな気持ちなんだ、うわーって。だからすごいですよね。その言葉と話し方だけでどんどん私の頭の中に入ってくるんですね、その先生の話が。で私が勝手にそのドラマの映像を私の頭で自分で作って、こうなってる、女の人と男の人が今こういう話をしてる、喧嘩してるとか怒ってるとか、よかったね、嬉しい涙だねとか映像で見えて、で私もそれで泣くっていう。で私も頭の中でそれ映像を作ったから忘れないんです、自分で作ったから。これってすごいってやっぱり思います。だからね、それが本当の質、クオリティが高い質っていうんですけど、あの質がいいエンターテインメントだなっていうふうに思います。今だからもうね、話そろそろまとめますけど、今もうどんどんテクノロジーが
良くなっている、進んでいる、良くなっていると言っていいかわかんないですけど、発展してますよね。いろんなことができる。あでそうなると本当に大事な部分っていうのがどんどんいっぱい化粧されちゃう。いっぱいいろんなものを塗られて本当の色が薄くなる、見えにくくなる、デコレーションですね、されていくとなんだろうって思います。あんまりそれって面白くないなっていうふうに思う。だから食べ物で言ったら日本の刺身って生の魚を切ったものですね。生の魚を切ってそのまま食べてもいいし、ちょっとだけ醤油をつけてもいいし、あとはちょっとだけわさびをつけて食べてもいいし、でもいっぱい醤油ベターってつけないし、やっぱり一番大事なのはその生のその魚が美味しいっていうこと、魚を味わうっていうことが刺身は大事なわけじゃないですか。そのね、刺身みたいなものが今減ってる。今だけじゃないですよね。もうずっとだと思うんですけど、もうどんどんね、あのとんかつみたいな、天ぷらみたいなイメージ。天ぷらが分かりやすいですね。天ぷらがダメっては言ってないんですけど、でも天ぷらってエビの天ぷらだったらエビに衣って言って、周りにねふわふわしたものをつけて油で揚げるんですよ。であれはあれで美味しいけど、でも今の世界社会社会ですね。でそのエビの周りにいっぱい衣がついてる。衣っていうんですね。あれ衣ってあれ意味はもともとは服って意味なんですね。洋服の服ですよ。衣がついてる、服がいっぱいついてる。で今ってあの衣の上にもう一枚衣を着せたり、別の色の衣を着せたり、どんどんこういっぱい衣ついちゃう。でそれを皆さんにどうぞ食べてください、どうぞ見てください、どうぞこれです、新しいテレビです、新しい YouTube です、新しい映画ですって見せてるようなものがある。それいらないっていうか、やっぱり衣いっぱいついてると、あのいや私はエビが食べたい、真ん中のエビが食べたいんですってやっぱりちょっと思うし、衣を食べたいわけじゃない、油の部分じゃなくてエビが食べたい、エビを見せてくださいってやっぱり思うし、うーんそれがそのエビの部分が本当の質です。質で、そういうのをクオリティ質だけど本質っていうんですね。本質、本の本ですね。本当にの本、本当にの本とクオリティの質です。本質、中心の部分、本質っていうのがなんなんだろう、本質をしっかり見たい、本質をしっかり出してほしいなっていうのはすごく思いますね。だからね、でも最近は少ない。いろんなものがいっぱいいっぱい化粧されてる。いっぱいいっぱい加工されてる。これは本当なのか、これは実際のものなのかわかんないっていうのが多いのがすごいなんだか残念だなっていうふうには思います。ねえ。だから皆さんどう思うかなっていうちょっと複雑な話だったので私ばっかり喋ってましたけど、例えばこの今スライドやっと変えましたけど、月があると、今日皆さんとは外で
ちょっと散歩に行って、公園みたいなところで外で夜外見てるってイメージなので、見上げたらねこう月があって、月ってあれですよ、みんな綺麗だって思うけど、いろんな意味で綺麗だと思うんですけど、こうただ丸いだけじゃないですか。ある意味すっごいシンプル、丸いだけだけど、丸くて光ってるだけだけど綺麗だなって思う。これでいいと思うんですね。これでいいっていうか、もちろん昔からねもうあるものですから、いいとか悪いとかないんですけど、ただ丸くて、だって時々これがハートになってるってこともないじゃないですか。ここがハートマークです今日はとかね、うわー今日は星がハートだ、かわいいな、いいな、今日はいい日だなとか思わないし、星マークになってるとかダイヤマークになってるとか違うしね。でシンプルに丸なだけじゃないですか。なんかそういうのでいいんじゃないって、何でもそんな気すらしますね。うーんこれがいい例か分かんないけど、だから本当の質ってそのまま見せられるんだったら見せられたら一番美しいような気はしますね、何でもね。もちろん私も思うんですけどね、年齢を重ねる年を取ってくるとやっぱりどうしてもお顔がね、自分が見せたい綺麗なお顔だって思ってるものじゃない、やっぱり年を取ってくるから嫌だなっていうふうにも思うし、私もやっぱり思います。ただ何ですかね、でもやっぱりやりすぎない、あんまり嘘にしすぎないっていうことも大事だし、見えてるものだけが全てじゃないし、なんか年を取っていっても自分の中から出る自信みたいなものですかね。自分とはっていうの、ものをしっかり恥ずかしくないようにできたらいいのかなとは思います。恥ずかしくないっていうのは変ですけどね、別に人にどう思われようとあんまり関係ないと思うんですけど、うんあのなんかあんまり外の状態、自分の外の顔の状態とか体の状態ばっかり気にするというより、中の部分をしっかりこう磨いていく、きれいにしていく、より良くしていく。やっぱり年齢を重ねれば重ねるだけ経験が増えるから、やっぱりそれは本当に若い人よりも貴重なものなはずじゃないですか。だからそれに対してすごく自信を持って生きていくっていうことはやっぱ大事だと思うし、なんかいろんな意味で自分というものに化粧をしすぎないようにできることがあの美しいのかもなとは思いますね。うん顔が綺麗とかね、そういう話じゃなくてね、そうそうそうとは思います。はい。なので最近ちょっととてもいい作品だなと思ったものと、とってもこれはひどい良くないぞっていうものと2つに出会えたので、私はすごく気がつくことがありました。ね、やっぱりあんまり加工しない、いっぱいデコレーションしない、そのままでいい刺身の状態でどれだけ人に出せるか、美味しい刺身だからこそ人に出せる、いいものだから出せる、良くないものだから古いからこそいっぱい隠しちゃうっていうのはやっぱり何でもあると思うので、あのなんかね、そういうのは忘れないでいたいなとは思います。私も自分で YouTube 作っていたり
授業のねコンテンツを作ったりしていると思います。これは一体何が一番大事なことなのか、っていうのがね、もちろん何にも加工してないっていうのも人に今日みたいにねこう長くなってますけど話が忙しい中ね話を聞いてくださって私の授業を見てくださってるっていう人には親切ではないっていうのもあるし、だからカットした方がいい、ここは切った方がいい、もっと短くした方がいいとかいろいろあるんだけど、なんかね大事な部分っていうのをしっかり伝えていきたいなというふうに思いました。いろんなことでごまかすっていうんですがね、いろいろデコレーションして化粧して変えちゃうっていうことをなるべくしないようにするっていうのは一つ大切なのかなと。見ている人はそういうのが分かっちゃうと思いました。はい。なのであのー今回ね自分が映画を2つ2本見て少し勉強になりました。という話でした。はい。今は綺麗なね夜空を見ていますね。夜空をねただのね点とも言えますよね。だけどとってもシンプルなんだけどずっと見ていられるっていうね、これも不思議ですよね。何か大きな変化が起こるわけではないんだけど見ていられる。まあこっちがいろんな見ている方が勝手にいろんなストーリーを考えたりとか勝手にできるからかもしれないし、この見ている人に余裕を与える、こう隙間を与えるっていうようなことかもしれないですね。ね、ですのでね私は自然が好きです。はい。今日は夜空でしたけど森とかもね、好きですね。はい。あんまりいろいろ情報がないからかな、落ち着きますね。はい。まあという、まあちょっと今日は私が思ったことをつらつらとっていうんですけどね、つらつらと話させていただきました。まあねなんでしょうね。まあ皆さんにとっても日本語の勉強になったら嬉しいし、今本当に何にもメモもなくただ話していたので、まあある意味、とってもネイティブスピーカーネイティブジャパニーズスピーカーの話だったとは思います。はいね、何か少し吸収してもらえたらいいかもしれない。はい。かといって、別に何かそれから勉強してくださいというわけでも全然ないです。はい、いいんです。リラックスして聞いてもらえれば、今日はそれで十分です。でね、日本とか韓国とかにいる方はもう遅い時間になっちゃいましたのでね、もう終わろうと思います。で、最後これ終わろうと思ったんですけど一瞬だけ、私の YouTube でいろいろ勉強できますよっていうことをちょっと言って、ニュースとか N2 とか N1 とかビジネス日本語とか、読解とかリーディングですね、N1、N2 とか勉強できます。これは私のオンラインレッスンの中でできます。だけどこっちのいろいろ勉強するよっていうのはこれ YouTube でもできますので、また YouTube で見てみてください。読解とか勉強したい人はオンラインレッスン、どうぞ見てください。今日の下のコメントのとこにディスクリプションとかごめんなさいコメントのとこにリンクが書いてあります。そこを見ていただければどうやってねオンラインレッスン入れますとか分かりますので、そんな感じですね。最後ね情報が多くなっちゃって嫌になっちゃうんですけど、今日は本当にそういうふと思ったことを皆さんに聞いていただきました。本当にありがとうございます。実際夜ねこうやって外とかいるとね、友達とこうやって外で話してるとこういういつもあんまり考えないことを自然と話せるじゃないですか。だからいいかなと思って今日はこれにしました。
ね。ぜひ皆さんも何でしょう、時々はスマートフォンは使わないでちょっと外に出て星を見たりとかねして、はい、ぼーっとしてみてください。なんか新しい発見があるような気がしますよ。はいね。じゃあそんな感じで、今日はこれで終わろうかなと思います。はい。ずっとね聞いてくださった方本当にありがとうございます。ぜひコメントを後で皆さん書けるようになってますので、はい、思ったことをどうぞ自由に書いてください。どうぞよろしくお願いします。私も後で読みます。はい。じゃあ皆さんまた良い1週間をお送りください。ありがとうございます。